2025年5月、カナダ、ブリティッシュコロンビア州の国立公園で、ある家族に起きた出来事がある。その記録は、72時間後に完全に抹消された。公園管理事務所のサーバーから、すべてのデータが削除された。監視カメラの映像も、音声記録も、宿泊者名簿でさえ、跡形もなく消えた。なぜ彼らは、沈黙を選んだのか。午前3時2分、テントの外から、声が聞こえた。その声は、家族の名前を呼んでいた。父親の名前を、母親の名前を、そして、8歳の娘の名前を、一人ずつ、順番に、まるで、中にいる全員を知っているかのように、父親はすぐにテントのファスナーを開けた。外には、誰もいなかった。木々が静かに立ち並ぶだけで、足音一つ聞こえなかった。風もなかった。だが、録音機器は拾っていた。確かな音波の振動を、人間の生態が生み出す。あの周波数帯の波形を、監視カメラの映像には、人の姿は映っていなかった。しかし音声データには、明確な、呼びかけ、の痕跡が残っていた。専門家がその波形を解析しようとした。まさにその瞬間、管理事務所は全ての提供を拒否した。3日後、記録は消えた。担当者は移動した。公式見解は、該当する事案は存在しない。という一文だけだった。なぜ、名前を知っていたのか。なぜ、姿は映らなかったのか。なぜ、管理事務所は隠したのか。この夜、テントの中にいた家族4人は今も、その答えを探し続けている。彼らが、普通の家族旅行、としてこのキャンプ場を訪れた。あの穏やかな午後に戻ろう。2025年5月、ブリティッシュコロンビア州、カナダ西部に広がる。息を飲むほど美しい国立公園。その中心に位置するキャンプ場に、1台の SUV がゆっくりと入ってきた。田中か、父親の誠、母親の由美、そして小学生の娘と息子、4人家族だった。誠は42歳、東京で働くシステムエンジニアで、この旅行のために半年前から有給を調整していた。由美は39歳、普段は学校で英語を教えている。子供たちは、飛行機に乗ること自体が初めての体験だった。この旅は、家族全員にとっての、特別な春、になるはずだった。キャンプ場に到着したのは、午後2時を少し過ぎた頃だった。空は高く、風は穏やかで、松の香りが空気全体に溶け込んでいた。子供たちはテントが張り終わる前から、周囲の木々の間を駆け回っていた。誠は手際よくテグを打ち込みながら、その様子を目で追っていた。由美はキャンプチェアに腰を下ろし、持参した紅茶を手に、遠くの山並みを眺めていた。こんなに静かな場所、久しぶりだね。由美がそうつぶやいた。誠は何も言わず、ただうなずいた。それで十分だった。周囲には、他にも数組のキャンパーがいた。しかし、サイトとサイトの間には十分な距離があり、互いに声が届くような近さではなかった。夕方になると、焚き火を囲んで夕食をとった。子供たちはマシュマロを枝に刺して火にかざし、焦がしては笑い、また焦がしていた。その夜の記録を、誠はスマートフォンで短く残している。最高の一日だった。子供たちの顔が輝いていた。明日も晴れますように。午後9時30分、子供たちを先にテントへ送り、誠と由美は少し焚き火の前で話した。特別な話ではなかった。来年の旅行先のこと、学校の行事のこと、他愛のない、普通の夫婦の会話。午後10時を過ぎた頃、二人もテントへ入った。シュラフに潜り込むと、外から虫の声と、遠くの川の音が聞こえた。4人は、それぞれ深い眠りについた。その夜が、あの夜になるとは、誰も知らなかった。時刻が午前3時に近づいた。まさにその瞬間、テントの外から、声が聞こえてきた。午前3時。テントの中は、静まり返っていた。4人は、それぞれの眠りの中にいた。父親の健太は横向きに丸まり、母親の由美はシュラフを首まで引き上げていた。14歳の息子の颯太と、11歳の娘の莉子は、足元で2人並んで寝息を立てていた。キャンプ場に、異常はなかった。風もなかった。虫の声も、いつの間にか止んでいた。川の音だけが、遠く低く、流れていた。その静寂の中で、それは起きた。最初に目を覚ましたのは、由美だった。後に彼女が語ったところによれば、何かに呼ばれた気がした。という、夢の続きではなかった。はっきりとした意識の中で、
自分の名前を呼ばれたと感じた。ユミ、と、低い声だった。男性でも女性でもない。かといって機械的でもない。ひどく親しげな、しかし誰のものでもない声だった。彼女は起き上がり、耳を澄ました。テントの外は、しんとしていた。風もない。足音もない。枯葉が擦れる音すら、しなかった。ユミは夫を揺り起こした。ケンタはすぐに目を開けた。外に誰かいる。と彼女は囁いた。ケンタは黙って耳を澄ませた。しばらく何も聞こえなかった。30秒ほど経った時、今度はケンタ自身が、それを聞いた。ケンタ、と、彼は後に、こう証言している。聞き間違いじゃない。はっきり自分の名前だった。テントの、すぐ外から聞こえた。と、彼はスマートフォンを手に取り、録音アプリを起動した。そして静かにテントのジッパーを数センチだけ開け、外の様子を確認した。誰もいなかった。懐中電灯で照らした。木立の影、テーブル、消えた焚き火の灰、それだけだった。しかしスマートフォンの録音は、止まらなかった。ケンタが外を確認している間も、ユミのそばで録音は続いていた。そして翌朝、再生した時、二人は言葉を失った。録音の中には、4人全員の名前が、順番に呼ばれていた。ケンタ、ユミ、ソータ、リコ、静かに、繰り返し、まるで、ずっとそこにいたかのように、この録音データが、後に公園管理事務所が全記録を削除する引き金になるとは、この時誰も知らなかった。翌朝、ケンタはキャンプ場の管理棟へ向かった。それが、一連の調査の始まりだった。翌朝、ケンタは一人でキャンプ場の管理棟へ向かった。空気は冷たく、朝霧がまだ低く漂っていた。受付には、中年の男性職員が一人だけいた。ケンタは録音データを再生してみせた。職員の表情が、一瞬だけ固まった。これは、風の音ではないでしょうか。そう言いながら、男は視線を手元の書類に落とした。ケンタは引き下がらなかった。風が、名前を呼ぶことはありません。沈黙が続いた。職員がやがて、上に報告します。とだけ答えた。その日の午後、公園の保安担当者が家族の元を訪れた。名前はダレン・コールズ。ブリティッシュコロンビア国立公園の警備部門に所属していた。彼は録音を聞き、その場では何も言わなかった。ただ、データのコピーを要求した。ケンタはその要求に応じた。それが間違いだったかもしれない。と後になって思うことになる。翌日、コールズは再び現れた。今度は一人ではなく、二人の職員を連れていた。彼らは昨夜の出来事について、改めて聞き取りを行った。子供たちの証言も録取された。ソータは、声は外から来た。と言い張った。リコは、知らない人の声じゃなかった。と言った。その言葉を聞いたとき、コールズの目が細くなった。知っている声だった。ということですか？ユミはうなずいた。そうです。まるで、私たちのことをよく知っている誰かのような声でした。調査は、ここから方向を変えた。事件の第一の焦点は、音の正体から、声を発した人物へと移っていった。キャンプ場の宿泊者リストが洗い出された。その夜、同じ区画に滞在していたのは3組だった。1組目は、バンクーバーから来た老夫婦。2組目は、単独で来ていた中年の男性。3組目は、ケンタたちの家族だった。捜査の視線は、自然と単独の男性に向いた。名前はポール・ウェストン。52歳。職業不明。彼はその朝、誰にも告げずにキャンプ場を去っていた。しかし、彼には確固たるアリバイがあった。と当局は主張した。だが、そのアリバイの中身を、誰も外部に説明しようとしなかった。ポール・ウェストンのアリバイは、表向き完璧だった。当局の説明によれば、彼はあの夜の午前1時から夜明けまで、キャンプ場から15キロ離れた町のモーテルに滞在していたとされている。チェックインの記録がある。カードの決済履歴もある。防犯カメラの映像も存在する。と担当者は言った。だが、その映像を実際に確認した人間は、捜査関係者以外に一人もいなかった。ケンタの父親、村上誠は、情報開示請求を試みた。理由は単純だった。自分の家族が体験したことに、納得のいく説明が欲しかったからだ。しかし請求は、提出から48時間以内に却下された。理由の欄には、ただ一言、当該記録は存在しない、と書かれていた。存在しない、
キャンプ場の管理事務所が保管していたはずの音声データも、テントの周囲を記録していた監視カメラの映像も、あの夜に作成されたインシデントレポートも、すべてが存在しないことになっていた。誠は諦めなかった。地元の弁護士に相談し、州政府の窓口に問い合わせ、国立公園局へ直接書面を送った。返答は、どこも同じだった。ご不便をおかけして申し訳ありません。ただし、ご指摘の事案については確認できる記録がございません。それだけだった。一方、ポール・ウェストン本人はその後、完全に姿を消していた。モーテルの従業員は、彼のことを、静かで礼儀正しい客だった。とだけ語った。泊まった部屋は、翌日には別の客に貸し出されていた。追跡できる痕跡は、ほとんど残っていなかった。そして、公園当局が公式に発表した最終結論は、たった3行だった。当該キャンプ場における不審事案については、調査の結果、自然現象または聴覚的錯誤によるものと判断した。関係者への安全は確認済みである。本件は終結とする。自然現象、聴覚的錯誤。健太の家族が聞いたあの声は、その一言で片付けられた。しかし、音声解析の専門家が残した報告書には、別の記述があった。それは、当局の発表が出る3日前に、密かに作成されていたものだった。そこに記されていた内容は、自然現象とは、全く相入れないものだった。公式の結論と、専門家の分析の間には、埋めようのない亀裂が走っていた。亀裂は、静かに始まっていた。公式発表が出る。3日前のことだった。音声解析の専門家、マーカス・ローレンスは、独自の分析結果をまとめた報告書を作成していた。それは、当局に提出する前に、彼自身の手でコピーが保管されていた。その報告書に記されていた内容は、発表された結論とは、全く異なるものだった。マーカスは言う。あの音声データは、自然界で発生する音波のパターンとは、根本的に異なっていた。通常、風や動物の鳴き声が人の言葉に聞こえる場合、音波は不規則に乱れる。しかし、この録音に残された音波は、違った。規則的だった。意図的とも言えるほど、整然とした振動パターンを持っていた。さらに、マーカスが注目したのは、音声の指向性だった。あの声は、4人それぞれのテントに向かって、ピンポイントで届いていた。自然現象では、ありえない現象だった。少なくとも、音源は特定の対象を認識していた。そう解釈せざるを得ない。報告書にはそう記されていた。しかし、この報告書は表に出なかった。公園管理事務所が全ての記録を削除した翌日、マーカスの元に一本の電話が入った。相手は名乗らなかった。ただ、こう言った。報告書の内容は、訂正が必要だ。マーカスは、その要求を断った。だが、1週間後、彼の分析データは、サーバーから完全に消えていた。バックアップも、すべて、残ったのは、彼が自ら手書きでメモした。通行の記録だけだった。そのメモには、もう一つの事実が書かれていた。家族が聞いた声。4人それぞれの名前を呼んだ。あの声。声紋分析の結果、その音声には、別の人間の声が、かすかに重なっていたというのだ。ケントの家族の声ではない。見知らぬ。誰かの声が、まるで、最初からそこに存在していたかのように、亀裂は、もはや埋めようがなかった。そして今、もう一人の人物の存在が、この事件の輪郭を、大きく塗り替えようとしていた。もう一人の人物。その存在が、捜査の流れを根底から変えることになった。声紋分析の報告書には、ある名前が記されていた。ダニエル・フォスター、42歳。元公園管理局の職員。2025年3月。ブリティッシュコロンビア国立公園の管理部門を突然解雇されていた人物だ。理由は、公式には職務規定違反とされていた。しかし、元同僚の証言は、まるで異なる内容を示していた。彼は何かを見たのだ。キャンプ場の深夜、巡回中に説明のできない現象に遭遇したと上層部に報告したところ、翌週には解雇通知が届いていた。偶然にしては、あまりにも早すぎる。そして、フォスターとケント家族との間には、ある接点が存在した。ケントの妻、サラが勤める病院の記録に、フォスターの名前があった。同じ病院、
同じ診療科。ただし、患者としてではなく、訪問者として記録されていたのだ。誰を訪ねていたのか。それは、2025年4月のことだった。キャンプのわずか1ヶ月前のことだ。捜査官がフォスターの自宅を訪れた時、彼はすでにそこにいなかった。荷物はそのままだった。食卓には食べかけの食事が残されていた。まるで、数分前まで誰かがいたかのような生活の痕跡が。しかし、フォスターの姿はどこにもなかった。隣人は言った。2日前の夜中、車が来た。と、黒い車だった。と、ナンバープレートは確認できなかった。と、フォスターは玄関を出て、その車に乗り込み、そのまま戻らなかった。自分の意思で乗ったのか、それとも連れて行かれたのか、誰にもわからなかった。声紋分析の報告書に重なっていた見知らぬ声。それがフォスターの声だとすれば、なぜ彼の声がキャンプ場の音声記録に残っていたのか。彼はそこにいたのか、それとも彼の声だけが何らかの形で残されていたのか。問いはまた新たな問いを生む。そして最も恐ろしい可能性が今捜査官の脳裏をよぎっていた。フォスターは被疑者ではないかもしれない。彼もまた被害者である可能性があったのだ。ならばこの事件の中心に立つ本当の存在とは何なのか。次の夜、ついにその確信が姿を現すことになる。それは夜明けの直前に起きた。捜査官のマクレガーは独自に入手した音声データを再生し続けていた。ヘッドフォンを耳に押し当て、息を潜めながら、そしてついに気づいた。声は一つではなかった。最初の声の下にもう一つの層が存在していたのだ。それは人間の耳では通常聞き取れない周波数帯域に刻まれていた。音響専門家が波形を分析した結果、驚くべき事実が浮かび上がった。その低周波の振動は人間の喉から発せられたものではない。地中から、あるいは木々の内部から共鳴するような形で生じていた。まるで森そのものが声を発しているかのように。マクレガーは椅子から立ち上がり、地図を広げた。ウィルソン和也がキャンプをしていた区画、フォスター、レンジャーが最後に目撃された地点、そして公園管理局が記録を抹消したとされる72時間の空白。3つの点を結ぶと一本の線が浮かんだ。その線の先には国立公園内で長年立ち入り禁止とされてきた区域があった。理由は公式には地盤の不安定性とされていた。しかしマクレガーが古い資料を掘り起こすと別の事実が見えてきた。1987年、同じ区域で似た報告が上がっていた。キャンプ客が深夜に自分の名を呼ばれたと証言した記録。そしてその翌年、公園管理局は何者かの指示のもと、その記録を封印した。約40年の時を経て、同じことが繰り返されていた。マクレガーは確信した。フォスターはこの秘密を知っていた。だから消された。記録も証言も、そして彼自身も。だが声だけは消えなかった。音波は空気の中に、土の中に、木の繊維の中に刻まれ続けていた。それを呼び起こすものがキャンプの灯であったのか、人間の気配であったのか、まだ答えは出ていない。しかし一つだけ確かなことがある。この森は見ている。ずっと見続けている。そして次の夜、マクレガーはついにその禁断区域へ一人で踏み込む決断をした。彼が持ち帰ったものがこの事件の全てを終わらせることになる。マクレガーが禁断区域から戻ってきたのは翌朝の6時を過ぎた頃だった。彼の顔は青ざめていた。手には小さなボイスレコーダーが握られていた。彼は一言も話さなかった。ただそのレコーダーをテーブルの上に静かに置いた。再生ボタンを押すと最初の数秒間は無音だった。そしてあの声が流れ出した。家族4人の名前を順番に呼ぶ声が。しかし今回は違った。声の後に別の音が続いていた。低く深く地の底から這い上がるような振動音だった。それは言語ではなかった。しかし明らかに何かを伝えようとしていた。音響専門家が後に分析した結果によれば、その振動は
人間の発生期間では物理的に再現不可能な周波数帯域に属していた。自然現象でも、動物の鳴き声でも、説明がつかなかった。ブリティッシュコロンビア州の国立公園管理局は、2025年9月、この一連の記録に対して正式な調査終了宣言を出した。結論は、原因不明の3文字だった。家族が体験したことは否定されなかった。しかし、肯定もされなかった。音声記録は、公開が制限された。CCTV 映像は、技術的障害を理由に、復元不可能と判断された。公園管理事務所が3日間にわたり記録を削除し続けた理由についての説明は、一切なかった。ただ、一つの通達だけが、内部文書として残された。該当区域における夜間の単独行動を、永続的に禁止する。理由の記載は、なかった。マクレガー自身は、その後、公の場での発言を避けるようになった。彼が禁断区域で何を見たのか、誰も知らない。彼は語らなかった。ただ、一度だけ、親しい友人にこう言ったという。あの森には、終わりがない。人間が去っても、あそこに刻まれたものは、消えない。その言葉の意味を、今も誰も、正確には理解できていない。ブリティッシュコロンビアの森は、今夜も静かに立っている。キャンプの灯が、どこかで揺れている。そして、あの声は、まだ、誰かの名前を、覚えているかもしれない。この物語に、本当の終わりが来る日は、まだ、誰にも、わからない。それから、時間が過ぎた。あの夜から、3年が経とうとしている。テントの中で声を聞いた。あの家族は今、どこにいるのか。父親は、取材の一切を断った。母親は、ブリティッシュコロンビアを離れ、別の州へ移った。2人の子供たちは、今も、夜中に目を覚ますことがあると、近しい人間が語った。その理由を、本人たちは、決して口にしない。公園管理事務所の職員たちは、どうなったのか。記録を削除したとされる担当者は、2025年の夏以降、公の場に姿を見せていない。退職したという話もある。移動させられたという話もある。しかし、正式な発表は、何もない。沈黙だけが、残った。音声記録を最初に分析した音響専門家は、一つだけ言葉を残した。あの波形は、人間の生態では作れない。しかし、それが何であるかは、わからない。彼もまた、それ以上は語ろうとしなかった。2026年の今も、あのキャンプ場は、開放されている。毎週末、新しい旅行者が訪れる。テントを張り、焚き火を囲み、笑いながら夜を過ごす。彼らのほとんどは、何も知らない。あの森の奥で、何かが起きたことを、3日間の記録が、消されたことを、そして、声が、名前を呼んだことを、だが、知らないことが、安全を意味するとは限らない。森は、覚えている。訪れた者の顔を、聞こえた声を、刻まれた記憶を、あなたが今夜、どこかのテントで目を閉じる瞬間、静寂の中に、何かが混じっていたとしても、それが風なのか、木の葉なのか、それとも別の何かなのか、確かめる方法は、誰も持っていない。この物語は、終わらない。なぜなら、あの声は、まだどこかで、誰かの名前を探しているかもしれないから。森の夜は、今夜も深い。